今回は警察が自転車による危険行為の取り締まり強化ということで、車道通行しかしない私の自転車車載映像を見ながら言いたい放題言う動画です。以前から自転車の危険行為15類型というのがありまして、これらに違反すると交通切符という有料講習会への案内状である通称赤切符を切るようになったのですが、最近特に重点4項目に関して積極的に赤切符を切るようになったとニュースになっています。この4項目というのは、信号無視、車道逆走、一時不停止、徐行せず歩道通行ですが、前方を走る自転車2台、車道の信号が赤なので停止線を越えて交差点に入ってはいけませんが、越えてしまいましたね。歩道に入り、歩行者用信号が青なので進む自転車が多いですが、この場合は信号無視とまでは断言できませんが、道交法第50条の交差点等進入禁止違反では赤切符とまではいかないでしょうか。どちらにせよ、次の信号ですぐに追いつくのですから、車道の信号に従って止まってほしいですね。こちらをノールックで左折してくる自転車、交差する左側には一時停止の標識灯があります。そして信号無視かつ横断歩行者等妨害等違反です。これは赤切符対象ですね。車道を走るなら信号を守りましょう。交差点の先、横断歩道手前で警察官が自転車に話しかけています。これは自転車の向きがおかしいですね。横断歩道を渡るのなら、この向きに止まることはありません。おそらく車道を逆走してきて、ここで渡ろうとしたようです。これは厳重注意のち、赤切符交付でお願いします。手前の自転車、車道の信号が赤なので止まるでしょうか。停止線を越えて横断歩道から歩道に進んでしまいました。車道の信号が赤なので停止線を越えて交差点に入るのは違反です。停止線より前に歩道に入ればいいだけです。車道の信号が赤ですが、歩行者用信号が赤になったらフライングスタートする自転車は厳密に言えば信号無視ですが、これは赤切符かどうかは微妙でしょうか。信号を厳守しろと言われましてもというシーンです。車道の信号が黄色になりましたが、第二通行帯から黄色で左折してくるトラックです。黄色で進んでいたら危なかったですね。自転車は危ないと思えば歩道や横断歩道を通行して良いのですから、交差点では特にです。止まれの標識等がある交差点では必ず一時停止をしなくてはいけません。このくらい停止線の直前でしっかりタイヤを止めている自転車は私以外めったに見かけません。自動車でも見かけませんよ。狭い道が交差する交差点です。交差する道路も車の通りは少ない細い道です。止まれの標識等があり、押しボタン式の歩行者用信号があり、直進の先は歩行者用道路、自転車を除く横断歩道を渡ることはないので、当然ボタンを押すことはありません。自転車は原則軽車両なので、車道通行が基本です。今度はボタンを押す場合です。
車の通りが多い片側一車線の道路から細い道路に右折します。この信号も押しボタン式の歩行者用信号があります。車道通行する自転車ならボタンを押さずに右折して渡りますが、歩行者がいればボタンを押してくれるので、それと一緒に行けばいいのですが、横断歩道により道路を横断したい自転車はボタンを押していいに決まっていますので、車通りが多く歩行者がいない場合は積極的に押しましょう。車道から横断歩道を通過する場合、渡ろうとする自転車がいたらどうするかです。当然、横断歩道により道路を横断する自転車の方が優先です。車道から横断歩道を横断する自転車は、横断者を先に行かせる義務があります。当たり前ですね。最後に、停止線を越えて止まっている自転車はどうかというシーンです。手前の自転車は停止線を越えて待っていますが、止まっているから全然 OK でしょう。よく見れば、タクシーも完全に停止線を越えています。左折巻き込みを防ぐため、自転車は自動車の少し手前で待った方が左折車の視界に入り安全です。私は左折の車列が詰まるのを見越した位置から第一通行帯内を直進しています。ネットでは少しでも停止線を越えていたり、左折車をすり抜けようものなら口うるさく言う人がいますが、ある程度は臨機応変に進まないと円滑な通行ができなくなりますから、ご覧のように駐停車車両がいたら自転車も第二通行帯を通らざるを得ませんし、先ほどの前走車も何もなければきちんと停止線で止まっています。ということで、実際に車道を走っている映像を見ながら言いたいことを言う動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。